ご視聴ありがとうございます。今回は、都会に隠れた大赤字路線に迫ります。存在意義が問われる路線の今と、あえなく却下された延伸計画、そこで行われる、突っ込みどころ満載の施策を解説します。ここは、大阪メトロの駅、蒲生4丁目駅です。長堀鶴見緑地線と、今里筋線が接続しています。長堀鶴見緑地線は、日中1時間あたり9本という、国内の地下鉄では珍しい運行形態です。将来的に8両編成にできるよう、施設は8両分あるものの、すべての列車が4両編成で運行されており、両数が増える見込みもありません。この路線も、今回の話に深く関わってきます。今里筋線へ乗り換えます。乗り換え用の通路は、ホームの一番端にあります。また、ホーム自体はやや離れたところにあり、意外と距離があります。長堀鶴見緑地線のホームから伸びる連絡通路をしばらく歩き、一度上の階層に上がった後で、長堀鶴見緑地線のトンネルより低い場所に潜るため、階段は結構長いです。ホームに降りてきました。エレベーターもあり、バリアフリー対応はしています。時刻表がこちら。日中の本数は1時間あたり6本と、長堀鶴見緑地線より少なく、平日朝ラッシュの本数もやや少ないです。まずは今里筋線の概要を、長堀鶴見緑地線とも比べながら解説です。今里筋線は、大阪市北東部の板鹿野駅から南東部の今里駅までを結ぶ、全長 11.9 キロの路線。2006年12月に開業しています。後からできた路線ということもあり、既存の路線の下をくぐることになり、ほぼ全体が地下10メートルを超える深さにあります。中には30メートル以上の深さの場所もあるほか、大阪最大の河川である淀川をトンネルでくぐっているのも特徴です。その深さのため、駅間は地上から掘り下げる開削工法ではなく、基本的にシールド工法で建設され、円形断面のトンネルが特徴です。シールド工法は、先端にカッターのついた円筒型の機械で地中を掘り、内側からコンクリートブロックを当ててトンネルを仕立てるものです。開削工法より地上への影響が少ないですが、工期が伸びがちで、コストも割高です。また、道路幅が狭いために2階建て構造となった駅もあり、これらが工事費を押し上げています。トンネルをできるだけ浅くする必要もあったため、路線には急勾配が随所にあり、最大の勾配は実に50%ミル。また、トンネルを極力道路の下に収めて用地取得コストを減らすため、最小曲線は半径83メートルと、乗客を乗せた列車が通る線路としては、国内の地下鉄で最も急なカーブです。あまりにカーブがきついので、速度制限は時速30キロです。これらは、一般の鉄道では実現するのが難しい企画です。今里筋線と長堀鶴見緑地線では、リニアモーター式の地下鉄が採用されています。これは、モーターの一部をレールの間の部材に置き換えて小型化するものです。車両の機能の一部を地上に移すため、車両の床面の高さを下げられます。また、車体もコンパクトにすることで、建設費を抑えるのが一般的なやり方です。長堀鶴見緑地線は国内初のリニアモーター式地下鉄で、懸念や反対も根強かったため、いざとなったらリニアモーターを外し、代わりに通常のモーターを付けられるよう、床下にはそれを考慮した高さがあります。後から作られた路線と比べると、床下に余裕があるのがわかります。今里筋線が開業した頃にはリニアモーター式地下鉄もメジャーになり、そのような懸念はなくなりましたが、規格は同じです。これは、今里筋線の車両の整備を長堀鶴見緑地線の工場で行うのも要因で、両線はトンネルでつながっています。今里筋線の車両を長堀鶴見緑地線で運用することもでき、実際に今里筋線の80系が2019年から長堀鶴見緑地線で運用されています。今里筋線では各駅の設計やデザインが共通化されています。これも建設費削減のためで、長堀鶴見緑地線の駅の設計がまちまちなのとは対照的です。ただし、リニアモーター方式の導入や車両整備の合理化などを合わせてもコスト削減効果は限定的で、建設費は総額2718億円にも上っています。今里筋では57年からトロリーバスが運行され、大阪市電と連携して中心部を結んでいましたが、
自動車が増えて渋滞が悪化したことなどから、69年にトロリーバスは廃止になりました。大阪市電も廃止され、それらの役目は市バスに受け継がれたものの、渋滞の影響を受けない地下鉄の建設が望まれていました。89年の運輸政策審議会の答申で、今後路線整備を検討すべき路線として、上新庄から湯里6丁目の間が示されました。その後、住宅開発が進んで人口が増えていた板野に、起点が変更されています。これは、板野の方が利用客が見込めそうだとされた一方、接続する阪急電鉄が、乗客が減るのを危惧したからとも言われています。全体のルートのうち、板野から今里までの区間が2000年3月に着工、2006年12月の開業を迎えています。今里筋線には、複数の特徴があります。まず、不動の基幹路線である御堂筋線と接続していないことです。新幹線が発着する新大阪や、大阪の北である梅田、ビジネス街の淀屋橋、繁華街の心斎橋、南である難波を貫くこの路線、新幹線で大阪に来た人がほぼ必ず乗る路線です。もともと御堂筋線に接続していなかった京阪本線や近鉄大阪線などでは、数十年前に路線を伸ばし、御堂筋線との接続を確保しています。大阪メトロの一般の地下鉄路線のうち、御堂筋線と接続していないのは、今里筋線だけです。また、堺筋線や四ツ橋線などとの接続もないなど、ネットワーク性が劣ります。しかもこの路線、全体が大阪環状線の外側にあります。大阪の中心エリアをぐるりと囲むこの路線、御堂筋線と違って乗ったことのない人も少なくないですが、大阪の基幹路線には変わりません。その大阪環状線にも接続していないことに加え、このエリアまで来ると沿線はほぼ住宅地で、利用者を集めやすいビジネス街や繁華街はほぼありません。これらは営業実績にダイレクトに響き、17年度の決算では、経常収支がおよそ38億円の赤字、営業収支はおよそ44億円の赤字でした。そして、営業係数は231.0。営業係数とは、100円の収入を得るのにかかる経費のことで、100未満が黒字、100を超えると赤字です。営業係数が200を超えたのは、当時の市営地下鉄でこの路線だけで、ダントツで足を引っ張っているのがわかります。17年度の1日平均の輸送人員は、およそ6万8000人。開業以降一貫して増えていますが、当時の大阪市営地下鉄で最も少なく、2番目に少ない長堀鶴見緑地線の半分にも満たないです。13年3月のダイヤ改正では、平日午前8時台の運転間隔が4分間隔から4、5分間隔に変更され、実質的な減便になりました。日中の運転間隔も8分間隔から10分間隔に変更され、都市部の地下鉄としては本数の少ない路線になりました。先ほど触れた80系の長堀鶴見緑地線への転用も、このダイヤ改正で運行本数が減り、車両が余っていたからできたことです。しかも19年には、大阪東線が全線開業。これは旧宝寺駅と新大阪駅を結ぶ路線で、大阪市東部の他路線への接続などを担います。これは今里筋線の目的の一つである、大阪市東部エリアの路線の接続と重なるものです。2023年には、大阪駅の地下ホーム、梅北新駅が開業したことで、大阪駅への乗り入れもスタート。利便性向上が進んでいます。大阪東線は今里筋線よりも接続路線が多くて利便性が高く、JR なので運賃も安いです。似たような役割を担う路線まで現れ、大阪メトロの赤字製造機と化している今里筋線ですが、利用者が少なくて赤字だからダメというわけではありません。路線を延伸して利便性がアップすれば、利用者が増えて収支が好転する可能性もあります。実際、長年業績が悪かった福岡市地下鉄七隈線では、博多駅までの延伸を果たしたことで利便性が大幅にアップし、ラッシュ時には大混雑となるほどの盛況ぶりを見せています。今里筋線では、今里から湯里6丁目までの区間が未開業で、この区間の延伸計画も検討されたことがありました。需要予測では、6駅の新設が予定されています。ただし、延伸距離はおよそ 6.7 キロなのに対し、新たに接続する路線は JR 大和路線のみ。2014年に大阪市が公表した答申では、2017年度着工、2025年度開業として、開業5年後の輸送人員が1日平均3万2000人弱と見込まれました。
ただし開業15年目の時点で、輸送人員が1日平均2万8000人弱に減るとの想定も示されるなど、雲行きが怪しい感じです。標準プランの費用対効果は、公営地下鉄の場合で 0.84、民営地下鉄の場合で 0.87 という結果でした。費用対効果とは、簡単に言えば建設コストに対する利益の割合であり、1を下回ると黒字化の見込みがないことを意味しています。もちろん累積損失は解消できず、開業40年の時点で、公営地下鉄の場合で955億、民営の場合で790億円の累積損失が積み上がる試算です。沿線の再開発などを進めて需要をかき集め、利用者数を1日平均で1万人プラスしたケースで、様々なコスト削減施策を講じることで、費用対効果がようやく1を上回ります。それでも巨額の累積損失が見込まれ、開業40年目の時点で解消できません。事業化するための方策として、新線区間の加算運賃60円や、毎年の運営費補助が必要とされました。毎年の補助額は、公営の場合でおよそ7億4000万円、民営の場合でおよそ4億2000万円という額です。そもそも、開業40年目でも累積損失が解消できないプランは現実的でなく、2014年8月には、大阪市の審議会が事業化は厳しいと答申、計画は凍結されています。湯里6丁目では、整備計画があった地下鉄との接続構想がありましたが、こちらも同じ答申で費用対効果が検証され、実現の可能性はほぼなくなっています。2018年4月には、大阪市営地下鉄が民営化され、大阪メトロが発足。将来的に株式上場も視野に入れている大阪メトロだけに、巨額の建設費がかかり、開業後にお荷物になることが確定している今里筋線の延伸は、事実上不可能となっています。既存区間の黒字化の目処も立たず、延伸も頓挫した今里筋線は、大阪メトロの頭痛の種として、今日も赤字を出し続けています。ところがこの路線をめぐる話は、まだ続いてしまいます。蒲生4丁目駅を出て、今里駅に向かいます。今里筋線は最長6両編成で運行できるよう、ホームは6両分ありますが、今は全ての列車が4両編成で、使用されていない場所が封鎖されている駅もあります。床や壁などの仕上げがない駅もあり、かなり寂しい感じです。少し乗っただけでも、勾配のきつさがよくわかる線形をしています。中央線と接続する緑橋駅に到着です。次の今里駅が終点で、接続する千日前線への乗り換え動線がホームの前寄りにあるため、最後尾のこの車両はガラガラです。とはいえ、休日の午前中で車両に他の乗客が1人しかいないところに、お察しレベルの需要しかないのが現れています。リニアモーター式地下鉄の場合、モーターの一部をなす部材を、レールの間にくまなく敷き詰めます。これはこれでコストがかかりますが、車両を小型化して建設費を減らす効果と、急勾配を取り入れやすいメリットは、それを大きく上回るものです。終点に到着です。この列車が到着して間もなく、隣の番線から板鹿の行きが発車です。ミニ地下鉄という特性上、車内には中吊り広告のスペースはありません。それ以外の広告スペースも空きが多く、こうしたところからの収入も期待できそうにないです。ここで接続する鉄道路線は、大阪メトロの千日前線だけ。近鉄の今里駅は800メートルほど離れており、乗り換えは不便です。そしてホームの床面には、千日前線への案内に続き、別の案内があります。バスのイラストと、今里ライナーの文字。それに沿って進むと、改札の手前に、バス停を発着する路線の乗り場や行き先、時刻が記載された液晶モニターが。ちなみにこのモニターでは、Windows 7が実行されているようです。Google Chrome をアップデートできないですが、これで良いのでしょうか。話を戻して、下の青いところが一般の路線バス、上のオレンジが今里ライナーです。そして今里ライナーの系統案内には、BRT の文字が。これが、延伸区間で運行されている路線バスです。改札を出たところには待合スペースがあり、一瞬気合が入っている感が伝わります。路線がこちら。凍結された今里筋線の延伸予定区間をなぞりつつ、運行上の都合で北にはみ出したり、他路線との接続のために途中で向きを変える部分などもあります。
先ほど触れた2014年の大阪市の答申では、今里筋線以外に3つの路線が検討されており、うち2つは既存の路線の延伸、もう1つは新規の路線です。今里筋線より費用対効果に優れた案もありましたが、それらに名称付きの路線バスが導入されることはありませんでした。今里ライナーの運行開始の経緯はやや特殊であり、それが今の姿にも影を落としています。大阪市営地下鉄の民営化には、大阪市議会の一部の会派が反対していました。それらの会派は今里筋線の延伸を望んでおり、民営化に賛成する条件として、BRT の運行を求めてきたのです。市営地下鉄を民営化するため、大阪市はこれを承諾。2019年4月から5年程度の予定で運行し、今里筋線の延伸や BRT の運行継続の是非を検討することになりました。いわゆる社会実験というやつです。政治的な都合で始まったので、中身は結構荒れな状態です。BRT は、バスラピッドトランジットの略。バス高速輸送システムとも呼ばれ、定義ははっきりしていない部分もあるものの、現在国内外で BRT と呼ばれるものの多くが、専用走行車線を確保し、速達性や定時性に優れ、大人数を一度に輸送できる、バス車両をベースとした交通機関です。国内では、東日本大震災で大きな被害を受けた在来線、JR 気仙沼線や大船渡線の復旧のために導入されたものが有名です。鉄道よりも低コストで運用できるため、災害の有無に関わらず、ローカル線の代替として検討されることも増えました。諸外国では、それなりの整備費用を投じてバス専用道路や車線を設け、遅延を防ぐのが一般的です。交差点が優先的に青信号にされたり、バスの進路と交差する車両の流れをなくす施策が取られることもあります。料金の支払いでバスが遅れるのを防ぐため、運賃を停留所で支払う方式も見られます。ただし、国内における定義はかなり曖昧で、これらに該当しなくとも BRT と呼ばれるケースもあります。専用走行車線はおろか、優先レーンすらなかったり、大半が普通サイズのバスで運行されている場合もあります。停留所の設備が既存のバス路線と大差ないため、運賃はバスでの支払いが基本で、料金の支払いで遅れないよう、車両を大きくできない事情もあります。そして今里ライナーも、BRT の特徴のほとんどに当てはまっていません。バス専用車線はなく、交差点でバスを優先するシステムもありません。道路における優遇措置はバス優先車線だけですが、これは運行開始前からあったものを基本的に流用しています。停留所がこちら。がっちりした構造の屋根もあり、夜間にはライトが点灯します。ここは既存の路線バスと共用しておらず、今里ライナー専用の施設です。公式ウェブサイトでも高らかにアピールされていますが、これは今里駅に隣接する2カ所だけ。他の停留所では簡易的な構造で、柱に看板がついただけの停留所もあります。看板となる今里駅周辺では、一応費用をかけて施設を整備しつつ、既存の路線バスと共用している停留所もあり、社会実験ならではの煮え切らない状況です。車両もすべて一般のバスと似たサイズで、連接バスは皆無。外装のフィルムがべったり貼られているため、後部座席からの眺めは良くないです。内装は1台ごとに異なっており、なぜかこういうところにはコストがかかっています。なお、既存の大阪シティバスは後払いで、今里ライナーも同様です。ただし、今里ライナーは社会実験という名目があり、利用状況を把握する必要があるため、IC カードで乗る場合は乗車時にもカードリーダーにタッチする必要があるなど、余分な手間がかかります。地下鉄今里駅バス停のすぐ横には、大阪シティバスの停留所もあります。地下鉄の延伸を意識しているため、今里ライナーの停留所の間隔は1キロほどと、大阪シティバスの路線より長いです。両者の路線が並行する区間では、実質的な急行バスとなっています。今里ライナーの運行は大阪シティバスに委託されており、最初からシティバスの一路線として運行しても良さそうですが、社会実験ということで別立てにする必要があったようです。そしてこの今里ライナー、感染症の流行で十分に需要喚起策を行えなかったこと、そして効率的な運行計画を検討するという名目で、社会実験が2年ほど延長されることになりました。一方、昨年10月には平日のダイヤが見直され、日中の運行間隔が20分から30分に延ばされ、
本数が減らされました。利用者数は平日で1日3000から4000人で推移しています。ただし、想定利用者数は将来的に4400から4700人とされており、それには届いていません。なお、想定利用者数に届いた場合でも、年間1億2000万円から1億8000万円の赤字となる見込みです。鉄道がないエリアを補完する役割を果たしているのは確かですが、路線バスをめぐっては、今年4月に運転士の労働規制が強化され、赤字路線の整理を進める事業者も多い中、頭の痛い金額です。政治的な事情が絡んでいるだけに、やめ時を探るのも大変な今里ライナー。この社会実験はいつまで続くのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。